東京スピニングパーティー2025で購入した雑種のカラードの羊毛です。 763g。 100g ぐらいずつ洗おうかな。お湯に入れた瞬間にもう茶色い汚れが出てきてる。今日はこのグレーの部分を洗ってみようかなと思います。柄ゴミ結構取れたと思います。ネップに使えると思うので、これ貯めて多分あと3回で洗い切れると思います。397g ありました。洗う前よりもかなりボリュームが出ました。同じグレーでも白っぽいグレーからどう使うかちょっと考えないといけないですね。去年2025年の10月末に洗い終わってたこのフリースですね。東京スピニングパーティーで購入してきた雑種の結構柔らかいメリノウールみたいな柔らかさの雑種のこの羊毛なんですけど、洗うのは買ってきて結構すぐ終わってたんですけど、糸をどういう風に紡ぐかっていうので結構悩んじゃって、今が年が明けて2026年の1月です。糸に紡いじゃうともう後戻りができないので、どういう風に紡ぐかっていうのは結構悩んでたんですけど、いろいろパターンを探した結果、このクレオっていうカラーワークのプルオーバーですね。これを編むっていう想定で糸を紡いでいこうと思います。まずはメインカラーになるこっちのたくさん量のある焦げ茶色の方を紡いでいこうかなと思います。いつもだったらこのハンドカーダーをこうやってこすり合わせて毛の流れを整えるっていうやり方をしてたんですけど、今回はちょっといつもと違うやり方でローラグを作ってます。このフリースがこういう感じの房の状態を結構保ったまま洗い上げれたので、できればローラグにする時もこの房の毛流れを保ちつつ作りたいなっていう風に考えていて、ウールコームっていうのがあるんですけど、それがあればよかったんですけど、うちには残念ながらその道具がないので、ちょっとそれに近い感じにできるように一本のハンドカーダーの上にこう溶かしつけていって、そのまま巻いたっていう感じでローラグを作りました。紡ぎの作業の2日目です。前の作業の日にカーディングかけたのはこんな感じのローラグになりました。ハンドカーダーを片方だけ使うやり方をするって言ってたんですけど、実際何個かそれでやってみてたら、なんかやっぱり
完全に房の状態になってないやつも混じってるから、どうしてもそれがちょっと毛流れが乱れちゃう原因になってしまって、結局やっぱり普通のやり方でカーディングした方がこう綺麗に整うなっていう結論に至って、最初からやり直しました。前回できた分がこのぐらい。今日で3日目ですけど、今のところこれぐらいです。まだ半分ぐらい残ってるかな。余談なんですけど、このクレオっていうパターンは、今着てるこのセーターと同じデザイナーさんですね。このオレインスッケさんが同じデザイナーさんの作品です。なのでちょっと似てますよね。ね、雰囲気がちょっと似てて可愛いですよね。今回はダークカラーで編むので、またちょっと違う雰囲気になるかなと思って楽しみです。グレーの羊毛に入ります。いろんな色が混じってて可愛い。この雰囲気をなるべく残してローラグにしたいなと思います。バレンタインが近いので百貨店の催事に行ってきたんですけど、ちょっと買いすぎました。チョコレート。毎年私の分と夫の分くらいしか
買わないんですけど、今年はなんか可愛い缶に入ったチョコレートがいっぱいあって、ついつい買ってしまいました。こんなのとか、こんなのとか、可愛い缶見るとついつい買っちゃいます。ということで、全部ローラグにするのが終わりました。我ながら頑張りました。これ紡ぐ前に一度重さを測っときたいと思います。焦げ茶色の方が 374g ありました。こっちのグレーの方が 131g でした。
コースターが完成しました。ジャコブっていう品種の羊毛だったんですけど、それをぐるぐる編んでいって全部使い切って、コースターが5枚とこんな余りも全部編んでちっちゃいコースターみたいなのできました。やっぱりこの白と焦げ茶色の部分がある羊毛、糸にして編んでみてすごい味のある編み地になって、シンプルなただの細編みぐるぐる編んでいっただけのコースターなんですけど、すごい可愛くできたなと思います。ちっちゃいのはアクセサリー置いたりしようかなと思います。最後のチョコレートです。3月がもうすぐ終わって4月に入ろうとしてます。この間もらってきた花はもうこの一輪だけになっちゃって、あとバレンタインの時にハートの編みぐるみを置いてたのは今はイースターエッグの編みぐるみに変えました。まだこっちはこれから紡ぐんだけど、焦げ茶色の羊毛だけは全部紡ぎ終わったので、一旦記録として撮ってます。全部で4カセプラスこのミニカセでした。今回は紡ぎ終わった糸を巻くときにこのニディノディで巻くんですけど、これを一周した時の長さを測っておいて、この一カセを 100g じゃなくて長さ単位でカセに分けていきました。で、最初に巻いたのが230周の 402m だったので、それに合わせてみんな230周ずつのカセにしました。
で、全部でこのトータルで 389g になりました。で、概算で多分1755メーターぐらいになりました。その火星の分け方で一つ気づいたことがあって、結構火星によってグラム数が違ったんですよね。この4火星で一番多いやつが 101g で、一番少ないやつが 78.8g っていう感じなんですよね。太さ的にはフィンガリングからスポーツウェイトぐらいのばらつきが出たっていう感じですね。多分すごい長い時間紡いでいく中で、最初の方は結構集中して細く紡げてるんだけど、だんだんこう時間が経つにつれ疲れてきて、ちょっと雑さが出て太くなっちゃうのかなっていう感じに自分の中では思いました。次はこれです。前回紡いだ分です。こんな感じ。糸にしてみると結構濃いめの色になったかなって気がします。焦げ茶色のと比べるとこんな感じ。この毛の持ち主はこんな感じの配色なのかな。これで 53g ほど紡いでます。なので今日もボビンを変えて同じぐらいの量を紡ぐつもりです。まだローラグ残ってるんですけど、今日はこのボビンを一旦送糸にしようと思います。送糸にしたのはこんな感じです。霜降り状に狙い通りになってすごい満足のいく仕上がりになってるんですけど、このローラグを混ぜすぎないようにした影響で紡ぐ時に繊維が不揃いな部分があったり、あとセカンドカットも結構塊で残っちゃったりしているので、若干紡ぎにくさがあります。今回のは結構うまくいってるんですけど、端子を2本のボビンに紡いでいくときにどうしてもこんな風に偏りが出て、どっちか一方の端子が余っちゃうんですよね、いつも。なのでそれを微調整するために一旦途中で送糸にして紡ぐ量を2本のボビンで変えながらバランスをとってるっていうやり方をしています。残りはあとこれだけです。グレーの方もできました。2かせできて、片方はダークブラウンのと同じニディノディに230周巻いたかせで、もう一つはもう少し少ないかせです。こちらは230周巻いて重さが 86.2g でした。でもう一つは 44.4g の127周巻いたやつなので、長さに換算すると 222m ということになりました。全部で 130g、 約 624m できました。そして
ダークブラウンの方と全部合わせると全部で 518g 2379メーターの毛糸ができました。プラス 14.5g の熱風でした。振り返ってみると何もしてない状態の原毛の重さが 763g だったので、そこから 250g ぐらい洗いと紡ぎの工程で減っていったってことになります。もともとの毛に含まれていた油分だったり藁ごみだったり、そういうものがだんだんそぎ落とされて、結果 0.5 等分の羊からこれだけの毛糸を作ることができました。この毛を紡いでみて発見したのが、このダークブラウンの方の毛とこっちのグレーの方の毛では同じ羊なんだけど手触りがちょっと違いました。こっちの方がややドライな感じで、こっちの方がもうちょっと柔らかくてぬめり感を感じる毛質でした。同じ羊なのにすごい不思議だなと思いました。このグレーの毛なんですけど、原毛の状態だと白っぽいところとか濃いめのグレーだったりとか結構いろんな色合いだったので、それを活かしたいなって思ってたんですけど、もうちょっと違いがはっきり出るように紡げたらよかったかなって思いました。それはこれからまた次の課題って感じですね。第1話第2話と原毛を洗って紡いで糸にするところまで来たんですけど、ここまでで洗うのに5日、そして紡ぐのに25日間作業を要しました。全部で30日かかってます。期間で言うと一番最初の作業を始めたのが2025年の10月21日だったので、現時点2026年4月の初めなので約7ヶ月もかかってます。これからやっと編みの作業に入ることができます。第2話も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お手紙やぎでした。いよいよ編みに入ります。この余ってるのはまた違うパターンで編むものを探さなきゃ。ゲージは測らずにいきなり編み始めました。まだ結構余りがあります。もう全然ゲージ取れないって結構厳しいかなって。ブスを編むっていう発想から離れて